どうもこれです。僕は今湯布院に来ています。今日はここ湯布院に新しく誕生したラグジュアリーな温泉宿に宿泊します。月光樹というお宿なんですけど、聞いたことある人もいるかもしれません。熊本の黒川温泉にある九州の中でもとっても評価の高い温泉宿なんですけど、それが湯布院に誕生したということで今回やってきました。月光樹自体は今回僕泊まるの初めてなんでとっても楽しみです。では行ってみましょう。今湯布院駅の前にいるわけですが、駅を出た瞬間にこの素晴らしい雄大な湯布岳見えていますね。今は冬ということで綺麗に雪がかぶってます。雲もねかぶってますけど、でお宿はここ湯布院駅からなんと人力車での無料送迎があるみたいです。タクシーだと5分程度、徒歩でもね20分ぐらいなんで、駅からそんなに遠い位置ではありません。観光エリアもギリ徒歩圏内ということですね。今回はせっかくなんで人力車の送迎をお願いしています。楽しみで、駅でスタッフさんが待っていてくれて、スーツケースを預けて、スーツケースは車で運んでもらって、これから人力車駅のインフォメーションセンターの前、ここから乗ります。お願いします。よろしくお願いします。では、無乗車の準備をはい、お願いします。こちら右へ。はいはい、出発しました。こんな感じでね、毛布もかぶせてもらって、お尻には北海道もあるんでめっちゃあったかいですね、冬でも。こんな重たい車両をすごい引っ張ってくれていますね。湯布院と背中に書かれていますけど、目の前にこうやって湯布岳望みながら進むことができます。ここから景色綺麗ですね。この川沿い、そして奥の方に見える湯布岳、普通はこう湯の坪街道とかをね観光客の人は行くと思うんですけど、こういう綺麗に湯布岳が見えるエリアを通ってくれています。1990年に条例ができて、それからもう住民の方の許可を得ないと作れなくなったので、こっちの右手まで景色が広がる。あそこが別府につながる国道ですね。そうですね。山並ハイウェイ。山並ハイウェイですね。1964年に開通した、昔は高速道路だった。昔高速だったんですか。だったので通称山並ハイウェイ。有料道路だったんですね。有料です。なるほど。はい、お宿に到着しました。明らかにいつもとは違う非日常感を味わう送迎ですね。ここ月光樹湯布院は2023年12月に開業したばかりのお宿です。冒頭でも言いましたが、熊本の黒川温泉にある月光樹というお宿が九州の高級温泉宿の中でもとても人気があり、その姉妹施設のお宿として日本を代表する温泉地湯布院にもやってきたわけです。ただし黒川温泉の月光樹は和風な日本旅館なのに対し、湯布院の月光樹はまた異なるテイストになっています。和風な旅館がたくさんある湯布院の中で新しい風をもたらすような、まるで映画の中に登場しそうな客室をイメージして作られたと言っていました。九州初となる専属バトラー付きオールインクルーシブのサービスがあり、飲食のインクルーシブサービスのほか、なんと客室内で行うスパトリートメントまでインクルーシブとなっています。全5室すべてが130平米以上の広々豪華スイートルームで、客室内に温泉はもちろんサウナまで完備されています。これまでになかった完全プライベート空間で極上のおこもりステイを楽しめそうですね。お宿の方々とも滞在中お話をさせていただいたんですけど、新たなチャレンジをこれからどんどんしていこうという熱い気持ちと意気込みが感じられ、月光樹ブランドのこれからの成長が本当に楽しみだなと思いました。はい、到着しました。で、ここのお宿は特にフロントとかロビーの塔があるわけじゃなくて、全室5棟の完全プライベートビラということで、この右手にある建物も客室ですし、
こっち、中央、そして左手にあるもの全て広がっているのがそれぞれ独立したお部屋、客室になってるんですよね。でこの紫の部分が駐車場になってて、車を止めてすぐ自分の客室に行くことができて、そこでチェックインとかも手続きするという形になってます。他のお客さんと遭遇することなく完全プライベートっていうことですよね。ちょっと今右の方から工事の音が聞こえてきていますけどね。で左手見るとこれですね、さっき見えていた由布岳がまたここからも見えています。で客室タイプは5つあるんですけど、この中でも今回泊まる客室は今目の前左手に見えている羽津という客室になります。では客室入ります。すごいな、これ本当にお金持ちの別荘豪邸という感じですよね。入り口玄関がここで、左手に羽津っていう風に書いてますね。でこれがキーですね。すごい、キーホルダーも重厚感がありますね。これでは入ります。はい、オープン。これは楽しみだ。まず玄関入ったところ、こんな大きなお花がお出迎えですよ。そして左手向いて、いや玄関からこれ壁も床も石造りで重厚感がありますね。そしてスリッパがこうやってもう最初から準備されています。ふかふかの。で中に入ると、うわー、すごい広々とした客室が目の前に広がっています。このお部屋は見ての通りリビング、ダイニング、そして奥の方にすごいものが見えていますけど、温泉のエリアが一つながりになってるんですね。こんな客室初めてですよ。なんて贅沢な。お風呂の大きさすごいな。いやこれはどこから見ようかな。手前側からちょっと細かく見ていきましょうかね。まずはこれ、目の前に広々大きなソファーですね。背もたれはもちろんサイドにもクッションがしっかりあって、ゆっくりとくつろぐことができそうですね。でこっち側正面にはこの大きなテレビ、そして下には暖炉があってね、今冬なんですごいここからもあったかい熱気がありますね。で右手にはこれリクライニングチェアもあって、お風呂上がりとかここでゆっくりとしたら気持ちが良さそうですね。で右手ですね、こっちがダイニングスペースで、手前側にちょっとしたこれテーブルがありますけどね、何かしらこれ物とか置いて便利に使えそうで、これがね何かと思ったんですけど、スタッフさんに聞いたらなんとこれ Bluetooth スピーカーなんですよ。すごい可愛らしい。こんな Bluetooth スピーカー初めて見ましたよ。これ普通に家に欲しいですけどね、結構なお値段がするんでしょうね、きっと。でこの辺りには各種リモコン、テレビがありますし、これはなんかブラインドとか書いてますけど、押してみるとこっちお風呂の目の前に窓がついてるんでね、これさすがに丸裸で見せるわけにはいかないので、このボタンを押して簡単に自動で閉めることができるってことですね。これは手動と自動じゃ全然利便性違うんでね、ありがたい。でこっちにはエアドッグのリモコンもあります。そしてこっちダイニングテーブルもこんな広々空間。この客室は最大5名まで宿泊することができるんでね、こんな広々空間になってるわけですね、ダイニングエリアも。でここの先には、いや今クリスマスの時期なんでこうやってツリーが飾られていて遊び心もあっていいですね。でオールインクルーシブのお宿ということで、ここにあるシャンパンもなんと無料、無料というかね、インクルーシブでいただくことができます。これですね。これもきっと高価なものが準備されてるんでしょうか。後で一杯いただきましょう。そしてこっち壁際アートも中央に飾られていて、シンクが目の前にあって、でこの辺りは無料のミネラルウォーター、九州の天然水が置かれていて、すごいコーヒーミルがこれ置かれてますよ。バルミューダの電子ケトルが隣にあって、ミルがあるということは豆からコーヒーを作ることができるっていうのは嬉しいですね。しかも昼のコーヒー、朝のコーヒー、夜のコーヒーと、このパッケージそれぞれ分けるだけでも大変だと思うんですけどね、ここまでこだわっています。でこれですね、またバルミューダのこれでコーヒーを入れるっていうところで、この隣にある扉、これはなんだ。この中にグラスが
置かれてるわけですね。でグラスはこれまた高価なバッカラーが置かれていて、上には茶器湯飲みもあって、これも九州ならでは薩摩焼が置かれているんですよね。これそこに薩摩っていう風に書かれていて、いやーすごいこれ高級感がある。肌触りがいいわ。でここの蓋を開けると、この中にもおつまみとかが入ってますけど、これももちろんインクルーシブでいただくことができます。黒トリュフのポテトチップスで、ウイスキーとかがここに置かれていて、この辺はアップル&ラベンダー、ハーブティーですかね。そしてこのコーヒーカップもすごい高級感がありますね。これも薩摩焼になるのかな。右手にはね、これたくさんこうやってウェットタオルが準備されてるんですよね。でこの辺には栓抜きとかが置かれているんですよね。でさらにこれです。下にはワインセーラーが置かれていて、中開けるとボトルのワインがあります。もちろんこれもインクルーシブ。これが赤ワインで、こっちが白ワインですね。で隣ここを開けると冷蔵庫かな。すごい冷蔵庫冷凍庫分かれてて、こっちの冷凍庫の中にはみんな大好きハーゲンダッツが入っています。これはね、なんとおかわりし放題です。で右手に冷蔵庫ですね。冷蔵庫の中にもインクルーシブ、こんなにたくさんのドリンクが入っています。すごい。健康に気を使いたい自分としては R1 も入ってるのは嬉しいわ。ソフトドリンクはもちろん、上にはレモンサワー、プレミアムモルツ、サントリーオールフリー、ノンアルコールもあるし、レッドブル、そして奥にはコカ・コーラとポカリセットもありますね。で上には炭酸水やジンジャーエールも入ってます。いやー至れり尽くせりですね。でこっちの左手にはこんな感じで、このお宿の中では唯一和室のスペースがあるんですよね。やっぱね、日本のお宿だと和室にちょっと腰掛けるとすごい心が落ち着きますよね。ここに布団を敷いて寝ることもできるということですね。テレビも和室についてます。で右手は窓がついていて、ここの窓を開ければお風呂上がりとかね、ちょっと涼むこともできるようになっているということですね。じゃあこっちの奥、お楽しみの水回りというか温泉のスペースに行ってみます。これすごいな。客室にこれだけ大きなサイズの温泉浴槽がある客室って今まで経験あるかな。一番広いんじゃないのか。もう5人で来ても大人全員しっかり足を伸ばして浸かることができるぐらいの巨大な贅沢な浴槽ですよ。でね、壁とかこの側面とかもすごい光沢感がある石が使われていてね、高級感がすごいわ。でこっちの方にはこれね、なんだろうと思ったんですけど、これスタッフさんに聞いたら、これキャンドルに火を灯してここで温泉に浸かりながらドリンクをゆっくりいただいてもらうために置いてますっていうふうに言ってました。でさらにですよ、もう目の前に見えていますけど、お部屋の中になんとドライサウナがあります。これはすごいな。でこれ電源入れて温度も自分で調節することができるようになってるんですよね。これ開けてみると、これまた贅沢な、ちゃんとこのサウナマットも敷かれていて、タオルも置かれていて、でこれですよ。もう今はね、サウナはロウルサウナ楽しみたいですよね。客室の中でこれができるっていう贅沢っぷりね、アロマ水が準備されてるんで、後でこれはじっくり楽しみましょう。温度計もしっかりついています。そしてこっちですね、右手にシャワールームがあって、シャワールームもとっても広々空間です。ハンドシャワーもあるし、レインシャワーももちろんありますし、アメニティがここにあります。アメニティのメーカーはリノクロノシャルムっていう風に書いてますね。初めて見たかもしれない。シャワーもこれすごいっすよね。スイッチ類がこんなにたくさんあって、いろんなタイプのシャワーを楽しむこともできるようになっていて、文字もしっかりついてるんで分かりやすいですね。そしてもう一回戻ってきて、こっちの方にはここはなんかとってもすごいな。これ湾曲していてデザイン性が。開けるとこの中がトイレですね。お手洗いが自動で今開きましたけど、お手洗いの中にも左手シンク、鏡もついてます。
でこっち側温泉の裏側に洗面台、水回りのスペースがあります。もちろん洗面台は2つついていて広々、これは快適に使えそう。そしてこれアメニティがブルガリが置かれています。これブルガリホテル泊まった以来じゃないですか、このアメニティをホテルで見るのは。今はなかなかこのミニボトルタイプっていうのも珍しくなってきてるんでね、ありがたい。これは家に帰っても持ち帰ってブルガリの香りを楽しめますね。ここにもお水が置かれていて、コップもすごいな。洗面台のコップまでこれさつま焼きが使われていますよ。で真ん中見るともうタオルもねこんな感じで、下に体重計もありますけどたくさん取り揃えられていて、この辺はね不備を感じることはないでしょう。でアメニティグッズもこのボディタオルからカミソリ、ヘアブラシ全て揃ってます。この辺は SDGs を気にしていてやっぱり木製ですね。シェービングフォームもすごいコンパクトなもので、これはマウスウォッシュか。そして超高級宿といえばこれですね。ドライヤーはレプロナイザーリュミエリーナ、超高級です。多分これ10万円ぐらいするドライヤーですよね。リッツ・カールトンとか星野屋で見たやつと同じだ。僕が使うにはもったいなさすぎる素晴らしいドライヤーですね。この辺の小物置もすごいね特徴的、デザイン性の高いものが置かれています。でこの壁側にはバスローブですね。バスローブもこれ肌触りがふわふわですごい着心地が良さそうですね。でタオルヒーターまでここについています。そしてこっち側ですね、扉、ここにも扉ありますし、向こう側にも扉が2つついてます。これを開けるとこんな感じでベッドルームへとつながってます。ベッドルームはちょっと薄暗くゆっくりと眠ることができそうですね。右手側にはベッドルームにもテレビがついています。で一気にダークな色合いになって、こっちはこっちですごい落ち着きますね。で左右にサイドテーブルがしっかりついていて、真ん中にはコンセントもこんな感じでついているっていう感じですね。で左手奥にはちょっとしたデスクも置かれていまして、右手の扉、この辺を開けてみると、まず左手側、これが寝具になるのかな。またさっきのバスローブよりもさらにモフモフっとした素材ですね。これも着心地良さそうだ。でこっち右手にハンガーがたくさんありますね。ちょっと僕の服がかかっていますけど、右手には鏡もついてて、ここの下を開いてみると、これはナイトウェアかな。上下タイプのナイトウェアがここにあるっていう感じかな。ここには膝掛けも準備されていますね。あとはブラシまで何でも揃ってますね。でこっちの方、さっき見た2つ目の扉、そしてここにも扉がついていて、これを開けるとダイニングにつながって、やっぱり一つながりの空間、こうやって回遊性のある客室になっていて、家族やご夫婦カップルで来てどこにいても常につながった空間にいられるということですね。すごい客室だこれは。ちなみにリビングと向こう側の浴室はこんな感じで扉で仕切ることはできるようになってますね。熱気とかが気になる人はいるかもしれないんでね。そしてこっち左手側扉があって、ここの真ん中にも扉がありますけど、ここ出てみるとベランダもすごい広々空間、こうやってねちょっとした水が置かれてるだけでもね、すごい涼しい雰囲気になりますよね。で右手にはこんな大きなソファーで、毎度おなじみのドースコイさんがくつろいでおります。はい、今日は一緒にラグジュアリー体験を楽しみます。超久しぶりなんですけどね、会うのはい、そしてこっち奥の方にはこんな感じでね、テラスにもダイニングテーブルがついています。はい、じゃあ今日はこの客室に1泊です。いやー、今まで人生で泊まったお宿の中でもこれトップクラスに充実した設備ですよね。で料金ですがね、湯布院の中でもここはかなりラグジュアリーな部類に入っていて、2名1室2食付きでなんと約30万円になります。1人当たりだいたい15万円弱っていう感じですかね。九州でとても評価の高い月光寺の湯布院のお宿ということでね、かなりのお値段がしますが、それだけのねラグジュアリーな体験を今回できるかなと思ってます。
楽しみですね。で、今回ね、お宿の方に協力をいただいて、なんと他の客室も見せていただけるとのことなんで、こういうラグジュアリーなお宿に泊まる場合はね、お部屋のチェック皆さんしたいと思いますんで、では行ってみましょう。はい、では他の客室をちょっと見せてもらいます。まずここの隣ですね。ここが白六という客室になってまして、こっちもどんなお部屋か楽しみですね。では入ります。はい、まず玄関から、全然これは間取りが違いますね。まず入ったところにすごいな、これ階段があって、右手には象の置物も見えてますけど、この照明もデザイン性がすごい高いですね。奥の方にリビングがありますけど、あそこの球体のあれは照明になるんですかね。うわ、そしてこれ右下に階段がありますよ。ちょっと後でこっちは行ってみましょうか。まずはここ入ったところがリビングスペースになっていて、こっちの客室はこうアクセントカラーにグリーンですね、緑が使われていて、これはこれでいいじゃないですか。湯布院らしくね、森の緑を連想させますよね。で、真ん中にここの部屋も暖炉があって、右手にはもう見えていますけどね、客室温泉がこのお部屋にももちろん広々とついていますね。さっきのお部屋の浴槽と同じぐらいのサイズになるのかな。これも1客室にしては広すぎるぐらいです。そしてこっちから行ってみようかな。バスローブがあったり、奥の方にこれ右手ちょっと反射してますけどシャワーがあって、サウナも右手にあって、ここが洗面台エリア。この辺ね、もちろん取り揃えられてるアメニティとかは同じで、こっち側に寝室がありますよと。ちょっとこうライトなグリーンに変わりましたね。こっちはアクセントカラーで、もう一回出て、ここ上に見えていますけど、テラスがちょっとこう小上がりの感じになってるんですね。左側に扉があって、ここから出られるんですね。はい、テラス出るとこんな感じで、椅子が2つ大きめ小さめ準備されていて、こっちに階段があって、登っていくとこれですね。いやー、テラス空間、この部屋もすごい広々ですね。で、湯布岳が見える客室もあるんですけど、ここはこんな感じで、湯布岳ではないですけど、奥の方にまた違った湯布院らしい山々の景色が見えてますね。はい、そしてさっきこの球体の照明、ちょっとスイッチオフにしちゃってましたけど、スイッチをオンにすると、いや、これね、真ん中から光が放たれていて素敵じゃないですか。で、こっち側奥にダイニングエリアですね。僕が泊まってる客室より空間と空間の仕切りがはっきりしているような感じがします。いやー、このダイニングテーブルの緑もいい色合いですね。で、ここの照明もすごい特徴的で、やっぱお部屋によって全然デザインが違うんでね、見てて楽しめますよね。さあ、そしてさっきの玄関の下には何があるんでしょうか。こっち側にも階段があって、下っていくとその先にはなんとここがシアタールームになってます。これですね、巨大なスクリーンが目の前見えてますけど、2つ目のベッドルームと言ってもいいですかね。最大4人泊まることができるのかな。ここにベッドがあるので、最新のアラジンが上にセッティングされてるんでね、音もいいみたいで、これ左右に緑のものが立ってますけど、これ何か皆さん分かります？なんとね、これ防音らしいです。ここで大音量で映画とかを楽しんでも、外に音が漏れないようにするために置かれているんですよね。すごいな。こんな豪華なシアタールームがお部屋の中にあるとはね。もう本当に客室の中で一日中リラックスして過ごすことができる空間が整っているということですね。はい、じゃあ次はここの2つ行きましょうかね。この辺は竹林も生えていていい雰囲気ですね。で、水の音が聞こえてきますけど、こっちの方からですね、この階段登っていった上には提携のお宿梅園というところがあるみたいです。はい、じゃあ行きましょうか。ここはちょっと階段があって、なんか特別感がありますね。で、左手こっちの方から行きます。ここが瑠璃という客室タイプですね。それぞれの客室、こうやって色を表しているわけですね。オープンして、はい、玄関はこんな感じ。正面に長い椅子がありますね。で、こっちまず右手先に見ときますけど、広々としたウォークインクローゼットがありますね。で、左手に行くと、
ここの客室はすごいダークなシックモダンな色合いになってますね。個人的には自分のお部屋がこんなお部屋だったらなという憧れを感じるようなトーンというか色合いですね。かっこいいですよね。ソファーもすごいね、これ広々と革張りで、どの客室もイタリアの高級家具カッシーナのソファーが使われてるんですよね。これ1個で100万円超えらしいですからね。とんでもないです。ここは暖炉がまたすごい特徴的でね、かっこいいわ。これ真ん中火が焚かれていますけどね。でこっち側ですね、正面真ん中が、ミニバースペースですね。冷蔵庫とかコーヒーとかいろいろ置かれていて、で右手ここ入ったところがダイニングスペースですね。この辺ダイニングもちょっとダークな色合いになってますね。落ち着いた雰囲気。そしてこっちベッドルームですね。寝室はこんな感じで、ちょっと手前側こうやって小上がりになっているんですね、ここの寝室は。で右手には瑠璃色のちょっとした腰掛けスペースも見えてますね。はい、そして正面進んでいくと、左手がさっきのリビングで、ここちょっと階段になっていて、降りていくとこっち右手側に水回り洗面台のスペース、だいぶこれ間取りが違いますね。ここの洗面台は正方形ですごい広々としたスペースになってますね。真ん中にこうやってテーブルがあって、各種アメニティが取り揃えられています。洗面台がこうやって広々としてるのはいいですね。でこっち左手にはトイレですね。ここがトイレがあって、もう一回こっち振り返ったところ、これも全然違いますね。まずこれシャワールームがこうやってスケルトンの扉で、かなり広々と開放的な空間になってますね、シャワールームが。でシャワーの先にこうやってサウナルームがあるっていう感じですね。サウナの後にここでちょっと水シャワーをすぐに浴びれるっていうのが良さそうですね。でその後すぐ出て、ここ温泉ドボンということができるという、これ間取りなかなかいいんじゃないですかね、サウナを楽しむために。で浴槽の作りは僕が泊まってる客室と似たような感じですね、石造りの。でこっちにタオルヒーターがあって、これリビングとの間にこうやってズドンと石で仕切りがあるのは、お風呂入ってる時のプライバシーっていう点ではいいかもしれないですね。そしてこの部屋にももちろんテラスがあって、この窓は完全に大開放にして半露天で楽しむこともできるような作りになっているわけですね。で出てみると、これはいいな。すごい広々としたデイベッドがこんな感じで準備されていて、そして奥の方にもこうやってソファー、ミニテーブルが準備されてます。でここに座ると、これまた素晴らしい景色がこんな感じで広がっています。目の前ズドンと由布岳を望むことができるんですよね。いやー、これは綺麗だ。ここと隣り合わせのビラからはこうやってお部屋から由布岳を望むことができるっていう点がね、魅力的です。眺望重視の人にはおすすめのお部屋ですね。なんて素晴らしい景色だ。はい、そして次のお部屋、ここが二重というお部屋になります。この紫色ですね。玄関がオープンします。まずは玄関がこんな感じ。そしてここですね、右手見るとリビングが広がっていて、右手にテレビ、ここのリビングも広々ですね。で真ん中にこうやって暖炉があって、左手にダイニングエリア、縦長な感じになってますね、この辺は。そしてここ入っていったところにベッドルームが広がっていて、紫を基調としたデザインになってますね。ベッドの上にはまたアートが飾られていて、もちろんベッドルームにもテレビがこうやってついてます。で右手に温泉のエリアがこうやってあって、一つながりにこのお部屋もなっているわけですね。こっち側から行きましょうかね。一回戻ってきて、こっちのリビング側から行くことができるようになってます。すごいな。ここの客室はちょっと下に温泉が埋め込まれているような感じになってるんですね。僕の泊まっているお部屋とまた全然違うタイプになってます。いやー、これはこれでいいですね。で右手にサウナがこうやってついていて、ここの客室はね、何がいいかっていうと、実はちょっとここ温泉に浸かってみるとですね、
ここから上を見上げたところになんとこんな感じで由布岳が見えるんですよね。いやー、いいね。これは温泉に浸かりながらの眺望を楽しみたい人は、この客室はちょうど由布岳のてっぺんのところが浸かりながら見えるっていうことですよ。素晴らしい。湯船に浸かりながら湯布院に来たなっていう風に感じることができます。で、温泉の手前側にこうやって水回りのスペースがあって、そしてさらにこっち側にはなんとテラスのエリアもあります。そしてここに腰掛けると、こうやって雄大な由布岳の景色を眺めながらゆっくりできるっていうことですね。いやー、素晴らしい。温泉だけじゃなくて、これだけ開放的なベランダテラスから由布岳を望めるっていうのは贅沢すぎるわ。で、ここの手前側にはなんか面白いオブジェがありますけどね、お餅みたいなふかふかの。そしてここの正面にはオープンエアにもこのダイニングテーブルがあるっていうのはいいですね。もちろん中にもダイニングがあるんで、寒い冬は中でゆっくり、ちょっと暖かい季節だったらここのオープンエアでお酒とか軽食をたしなむのも良さそうですね。はい、そして次ですね。これが駐車場の真横にあります、僕が泊まってる客室の反対側ですね。真正面にあるここが琥珀という客室になります。扉もなんかこう銅で輝いていますね。このアイアン調の取っ手になってます。ではオープン。はい、まず入って、この客室は琥珀という名前の通り、その琥珀色がすごい感じられる客室になってますね。フローリングが木材でね、香りもヒノキの香りが漂っている感じがします。まず入ったところ、リビングとダイニング。リビングのこの照明すごいな。奥の方からこう湾曲して伸びてきていて、ここを照らしてくれているわけですね。で、隅っこの方には薪が置かれた暖炉も見えていますね。そしてリビングエリアですね。この辺の椅子やテーブル、照明もまた全く異なるものですね。照明の表面はちょっとスウェード調ですね。これは、面白い形をしています。で、玄関のところにこれ扉がありましたけど、これは開けると、ここがトイレですね。トイレの中ももちろん他とデザインがちょっと異なりますよね。この辺の陶器を使った洗面台とかね、細かいところまで高級感があります。出たところのこの壁のちょっとデコボコした感じとかね、この辺もね、どこを見ても見応えがあるというかね、どういう素材を使ってるのかなっていうのが気になりますね。そしてこっち側奥に、冷蔵庫とかコーヒー置かれていて、そしてここの客室はね、こうやってなんと広々とした渡り廊下があるんですよ。すごくないですかこれ。客室の中とは思えない、なんかホテルの一部のパブリックの空間かと思うぐらいの贅沢な作りですよね。そしてここちょっと階段登ったところにこうやってね、テラスの空間がありまして、右手見るとこれね、またなんか置物が置かれていて、これ天然の木材で作られたオブジェですね。なんか卵みたいな形してますけど。で、この先にまずはベッドルームですね。寝室がこんな感じでありますね。ここも琥珀色イメージした作りになってね、木のぬくもりを感じますね。やっぱここのお部屋は。ベッドの横にこれがクローゼットかな。そして温泉ですね。これがまた贅沢なんですよね。まず入ったところにここに内風呂があるんですよね。ヒノキの香りがこれ素晴らしいな。宇宙がこんな感じで温泉勢いよく出てきていますけどね。ここの中の空間にこうやって洗面台ですね。洗面台のこの椅子もね、高級感がすごいわ。で、ここの空間にサウナとシャワーがあって、さらにすごいのがこれ外出ることができて、オープンエアでこれ休憩できる空間があるのに加えて、なんと半露天風呂まで準備されています。ここはとっても広々とした空間になっていて、左手と右手でちょっと高さが違うんでね、右手は半身浴とか、ちょっと寝湯としても利用できるような感じですね。これはお風呂の多様性という点ではね、ここが一番いいかもしれません。本当にこれはどの客室に泊まろうか迷いますよね。ぜひね、この動画を見て参考にして皆さん泊まりに来てください。
で右手が宿泊棟があって、こっち側入り口の方面にも建物があって、ここの2階がフィットネスになっているんですよね。で中にこんな感じで自転車とかランニングマシーンがありますね。雪が降ったりするとね、こう体冬は動かせないので、ここでエクササイズをすることもできるようになってますよと。で手前側にはこうやってなんか椅子とテーブルがありますけどね、もともとはこうレストランとして使われていた場所で、それを再利用しているみたいですね、ここは。でこうやってタオルもあって、ドリンクもこの中にはお水とかレッドブルとかモンスターまでたくさん取り揃えられていますね。でここ正面レストランがあるんですけどね、ここはお寿司をいただけるようなんですが、ここのレストランを使うことができるのは連泊した方のみみたいです。1日目が客室、そして2日目がここでお寿司いただけると、そんな感じになってます。私どもの現地のシェフが焼き上げたゴルゴンゾーラのチーズケーキでございます。八女市で作られた八女茶でございます。玉露 100% でございます。お次いたします。まず数口口に含んでいただきましたら、じゃあゴルゴンゾーラのチーズケーキを一緒に飲んでいただきまして、お茶とゴルゴンゾーラのチーズケーキのマリアージュをお楽しみくださいませ。はい、じゃあウェルカムドリンクとこのチーズケーキいただきましょうか。このお茶は相当すごいやつみたいですね。日本最高峰八女伝統本玉露、1本これ数万円するみたいです。富裕層の方でもね、初体験っていう人が多いというふうに聞きました。いただきます。うわ、なんだこれ。いや、こんなお茶飲んだことないですね。もう本当にここにも書いてるんですけど、お茶のうまみと甘みがこの中に凝縮されまくってる。他でね、なんかこう嬉野とかで水出しのお茶とかも飲んだことあるんですけど、これが水出しなのかちょっとよくわからないんですけどね、その水出しのお茶ともまたちょっと違ったような上品な風合いがこの中にありますね。いやーびっくり。これは人生初体験だ、間違いなく。でこのゴルゴンゾーラチーズケーキが相性がいいっていうことなんでね、これも楽しみ。いただきます。なんかソースみたいなのがあったんで、これもかけてみます。チーズケーキもうまっ。程よいチーズの酸味にすごいクリーミーですね。これ生地が甘みもしっかり出てて、お茶と一緒に。確かにこの組み合わせいいですね。このチーズケーキの濃厚な甘みにこの爽やかなお茶を口の中に入れることでね、チーズケーキだけだとちょっと甘みがこう強調しすぎるところをこううまく口の中をさっぱりさせてくれるような感じ。めっちゃ美味しいですね。チーズがあえて臭みのあるゴルゴンですね。すごい濃厚ですよね。やばい。チーズはチーズ、お茶はお茶でこう凝縮されたうまみがしっかり出てるんですけど、お互いが邪魔し合うことなく両方引き立て合ってるような感じがしますね。両方うるさすぎない上品な味わい。はい、そしてね、これからエステを受けようと思うんですけど、なんとね、こんな感じで客室の中で受けることができるんですよ。でさらにこれもインクルーシブサービスっていうね、そんなこと今まで初めてですよ。いや楽しみですね、久しぶりのエステ。月光樹湯布院のスパトリートメントはスイスパーフェクションというスキンケアブランドが使われています。世界のラグジュアリーホテルのスパで採用されており、エイジングケアの最高峰を目指すスキンケアブランドです。そんな最先端のエイジングケアブランドとハイレベルなセラピストさんによるトリートメントは最高に気持ちよかったです。僕は全身のオイルマッサージ、ドスコイさんはヘッドマッサージを受けて、ドスコイさんもこんなに気持ちのいいマッサージは人生で初めてかもしれないと言っていました。まるでスパルームが移動してきたかのようにお部屋にいながらにして本格的な施術を受けられるのは世界中探してもなかなかないのではないでしょうか。この後すぐに温泉とサウナも楽しめますからね。よし、せっかくこれですね、シャンパンのサービスあるんでいただきましょう。
じゃあ開けます。まあ開けるかな。開けますかうい。びっくりしたはい、じゃあ乾杯です。久しぶりの。うっす。キリッとした感じですね。ちょっとフルーティーな風味があって、さっきの高級なお茶とチーズケーキに加えてね、シャンパンまでいただけるなんてね、普通はこれどっちかですからね、他の高級宿とかと思っても。でね、オールインクルーシブなんで、これ引き出しの中にあった黒トリュフのポテトチップス、ピスタチオチョコレートも入ってました。これもね、シャンパンのおつまみとして、黒トリュフポテチ。この濃厚な黒トリュフの香りがたまんないですね。最高だ。このポテチうまっ。これはシャンパンとも合いますよ。いやー最高だ。いやーこの後の温泉も楽しみ。おーうまいっすよね。めっちゃくちゃうわ冬草チップスですね冬草チップス間違いないです。冬草の味がします。初めて食べたポテチの味。うわこれはやばいな。スーパーから売ってないですよねさあじゃあお楽しみの温泉タイムといきましょうかね。これすごいっすよね。画面上でも浴槽がもう輝いてます。で奥の方サウナ、今スイッチ入れたんですけど、こんな感じでね、ちょっとずつ暖かくなってます。110度まで上がるみたいですよ。100度超えるサウナがお宿にあるって結構珍しいと思うんでね、これはありがたい。いやーめちゃくちゃ気持ちがいいですね。これはでも新感覚ですね。こんなに広々とした浴槽の中に客室の中で疲れてるっていうね、この特別感がすごいわ。客室自体がね、こうまるで映画の中の世界観のような空間っていうことをイメージしてそれぞれ作られてるみたいなんですけど、本当に映画の主役になったかのようにね、そんな気にもさせてくれるラグジュアリー空間です。泉質は見ての通りこれは無色透明なので、ちょっとアルカリ性の単純泉になるんですかね。湯布院は比較的この透明の温泉が多いんですよね。別府に次いで第2位の湯量を誇る湯布院なんでね、こうやって贅沢に客室の温泉も流しっぱなしでございます。で奥の方には暖炉の火がちょっと輝いて見えていますけどね、すごいなこの開放感。本当に客室一つながりになっているのはこんな空間初めてだぞ。そしてこれね、気が向いたらすぐにサウナに行けますがね、今もうちょっと温まるのを待ってます。その前にこれですね、これを浮かべてお風呂に浸かりながらお酒をいただきましょう。こんな感じで温泉の上に浮かせることができるんですよね。東南アジアのリゾート地とかではね、こういうプールにドリンク浮かせるっていうのはあるんですけど、日本の温泉宿ではなかなかないですよ。じゃあいただきます。ビール。うますぎる。これは至福だ。こんな空間で贅沢な温泉に浸かりながらドリンク飲めるっていうのは初めてですよ、この体験は。この完全プライベート空間で日々の喧騒を忘れきってお酒を好きなだけ飲んで温泉に好きなだけ使って好きなだけのサウナも堪能できるっていうね、疲れを癒して完全リセットできそうですよね。さあじゃあサウナにも行こうかな。そろそろ100度、今109度っていうのに書いてますね。じゃあ入ります。いやーこれは気持ちいい。いやーこれだ、めっちゃ気持ちいい。アロマのロウリュ、熱気に包まれてじわーっと汗が出てきて最高だな。やっぱりいやーこれは最高ですね。サウナと温泉の無限ループですよ。僕は今ハワイ・マミアミ経由日本で国際空港に来てい
はい、じゃあお楽しみの夕食の時間になりました。今ね、お部屋食なんでお皿とかを準備してもらって、そしてこれがメニュー表になりますね。湯布院冬物語っていう風に書いていますけどね、一番上先付けから甘味まで、いやー見てる限りとんでもない素材がたくさん使われてて楽しみですね。でこれがドリンクメニューですね。まず最初開くと赤ワインと白ワインが左右に並んでて、ここは有料になるんですかね、料金が書かれているので。で次のページ左手ビール、日本酒、焼酎、ノンアルコールワイン、ここも有料で、右手にインクルーシブドリンクリストっていう風にあるんで、ワイン、焼酎、ウイスキー、日本酒、ビール、ソフトドリンク、この辺りが全てインクルーシブサービス無料ということです。個人的にはこれで十分なんですけどね、こだわりがある人はね、ぜひ有料のやつも、地元のお酒とかたくさんあるんでね、飲んでみるのも良さそうです。かぼすサイダーでございます。はい、こちらがですね、山陰の松葉ガニとどんとしいたけの炭火焼きでございます。じゃあいただきますね。これしっかり温められたカニが、いや絶対うまいだろこれ。かぼすをちょっと垂らして、いいですね、この辺も大分県らしい。そしてうまそう、いただきます。いやープリップリで品質がめっちゃいいでしょこれ。いやーかぼすの酸味とこの味噌の甘みの組み合わせもいいっすね。塩もついててね、味の変化を楽しめていいっすね。いやカニこれあと 3,4 匹ぐらい食いたいですねそれぐらいうまい。さあそしてこれですよ、大分県といえばしいたけですよ。めちゃくちゃでかくないですかこれ。しいたけはね、個人的にはもう塩だけつけて食べるのが好きなのでガブッといっちゃいます。いやめっちゃうまいなやっぱり大分のしいたけはもうこのまるでステーキのようにジューシーですよね。でもそこら辺のステーキ屋さんのお肉食べるよりこのしいたけ食べた方が満足感高いですよ絶対に。いやでね、こう焼いた後にこう提供されるんじゃなくて、そのままこう温められて焼きたてが出てくるっていうのがね、先付けからこれもメインで出ていいんじゃないのっていうくらいのクオリティですね。はい、で大分らしくかぼすサイダーで乾杯です。お酒ちょっと先飲みすぎたんでね。スカッとしてていいなこれは。かぼすと合いますからね、まさにこの2つも。はい、冬のハッスンということで、これがカブのすり流し、そして隣にあるこのスモークしたヤマメのブランダードですね。その隣に大分産のアワビのウニのせ、これは贅沢。そして手前側にこれが国東産の牡蠣ですね。いや県産のものがたくさん使われているのはいいですね。でこの豪華な器の中に入ってるのは、ちょっとこの上はこれ塩か何か振られてるのかな、雪のようになってて、蓋を開けるとこれが天然本マグロが中に入ってる巻かれたやつですね。でここに春菊となめこということで、めちゃくちゃ豪華じゃないですか。これね、器も下が組子細工でできていて、組子細工も確か大分県の盛んなエリアがどっかありましたよね。はい、じゃあまずこれをいただきますね。カブのすり流し。なんかほんとパンプキンスープとかコーンポタージュのような濃厚な甘みがちゃんとしますね。カブってこんなに甘くなるんだっていう味ですね。さあでは行きましょうか。これめちゃくちゃ美味しそうな牡蠣ですね。国東産。国東半島はね、最近旅行の動画出してるんで、ぜひそっちも見てみてください。海に面してるんで、こういう海の幸もたくさん取れるんですね。ミキュイっていうのはこれ半分火が通ったっていう意味みたいです。フランスの料理の用語で使われる。ちょっとフレンチの要素も混じられてるんですね。美味しいですね。中にね、なんかちょっとこうゼリー状のちょっと酸味のあるソースがかかってますね。あとはチーズも多分まぶされてるのかな。はい、前菜らしくね、ちょっと酸味の効いた牡蠣、うまいですね。で次これがヤマメのブランダード。ブランダードはすり流しっていう風に書いてました。これもフランスの用語です。お芋のような風味にほんのりとヤマメのお魚の風味が広がっていく感じですね。このモナカのような食感もいいですね。
で大分県産のアワビとウニのせ。いやーうまい。このコリコリアワビも美味しいし、ウニがめちゃくちゃ甘いんでね、なんと贅沢な組み合わせだこれは。アワビとウニが一緒にいただけるっていうね、この海の幸。これもめっちゃうまそうだな。中のマグロがね、いい色してる。いや、中しそで大根か何かが巻かれてたのかな。濃厚なマグロの味わいにこのさっぱりとしたしそと大根がいいですね。合います。はい、で次に出てきたのがこれですね。お作りがすごいですよ。まずど真ん中にこれが伊勢海老ですね。そして下にあるのがふぐ刺しで、さらになんとこれ大分のブランドお魚関サバですね。なかなか高級宿とかでもね、追加料金を払わないと食べれないとか、そういうケースも多いんですけど、出てきましたね。さあ、ではまずは伊勢海老をいただいちゃいます。これはね、もう最初はこの土佐醤油につけてシンプルに。甘っ。めちゃくちゃ甘いですね、伊勢海老。とろけていくわ、口の中で。いや、このシンプルに土佐醤油でやっぱエビ本来の味が楽しめますね、これは。いや、うますぎる。そしてこれがフグですね。あん肝ポン酢でいきましょうか、フグは。いやー、いいっすね。このコリッコリで淡白な味わいのフグも美味しい。さあ、そして関サバですね。この色がすごいですね。輝いてますよ、ツヤツヤで。かぼすにつけて、これも土佐醤油でいきましょう。いやー、いや、久しぶりに関サバ食べたけど、やっぱうまいな。めちゃくちゃ甘いわ。これも伊勢海老と同じようにとろけていく。これはね、もう日本酒を飲まないとオールインクルーシブなんでね。いや、久しぶりにこんなに飲んでますね。いやー、うますぎるわ。これは日本酒とこんな高品質なお作りいただけるなんて最高すぎる。やっぱりね、大分は海の幸が美味しい。させていただきます。次は小鍋仕立てですね。湯布院すっぽんのフカヒレ。すっぽんなんですか、これ。そうです。スポン。亀。じゃあすっぽん鍋です。実はね、僕すっぽん鍋食べたことなくて、ここで初めていただきます。どんな味なんだ。なんか鶏肉のような魚のような、そんな中間の味わいがする気がしますね。すごい淡白で食べやすいんですね。鶏だしスープのようなさっぱりさがあって、柚子とも合いますね。いや、これね、すっぽんだしもね、絶対日本酒と合うわ。やっぱね、このだしと日本酒は合いますね。うまみ成分を引き立て合う感じ。はい、そして次に出てきたのがこれです。フグの唐揚げです。これは揚げたてで美味しそう。これもかぼすをかけていただきます。いや、フグも久しぶりに食べますね。いや、揚げたてサクサクで美味しいですね。これフグも大分県はね、フグのイメージ持ってない人いるかもしれないですけど、もちろん下関はね、たくさん取れる場所として有名かと思うんですけど、大分県の県南の臼杵市ってところは職人さんがね、たくさんいて、多分日本の中では日本一フグの職人さんのレベルが高いところなんですよね。ミシュラン掲載のレストランとかもあってですね、なんで意外とこの大分はね、フグも美味しい料理が食べられるんですよ。これは何のソースなんですか？こちらがですね、チラン茶といいまして、鹿児島の有名な茶葉を使いまして、チラン茶。はい、魚の出汁とアサリの出汁を合わせたものでございます。すごい。本日がですね、メニューがちょっと赤穂になってるんですけども、本日はいいクエが入りましたので、はい、クエの方を使っていただきました、ね。本日クエの方を低温でじっくりローストいたしまして、断面の方ですね、ちょっとエメラルド色というか虹色に光るような火入れさせていただきました。で、しっとり仕上げておりますので、こちらとしじみほうれん草とソースが先ほど説明したお茶のソースを絡めて召し上がりください。はい。
いや、これも美味しそうですね。器もすごいこれ金色に輝いてる高級感のある陶器で、今回は高級魚のクエということで、冬はクエがよく取れるんですね。最近行った軽井沢の夫婦でもクエが出てきましたね。このソースにつけて、いやー、やっぱクエうまいっすね。これはすごい中にぎっしり身が詰まってますね。ふわふわだけどちゃんとこう噛み応えもあるっていうかね、その中に淡白なお魚のこう脂身というかね、旨味がしっかりと広がっていく感じ。同じ高級魚でノドグロとかはかなりこう脂身が強めなんですけど、こっちの方がちょっとこう淡白な味わいですよね。ノドグロがカルビだったらこれハラミみたいな感じですね。個人的にはこっちの方が好きかも。でこのお茶のソースもね、こうほんのりとお茶のこう渋みというかね、香りが漂ってくる感じで、いや素材の旨味をちゃんと引き出してますね、このお料理も。いやー、うますぎる。やっぱお魚と日本酒は最高っすね。はい、そしてこれがレモングラスのグラニテです。お肉料理の前ですね。わ、サクサクシャーベットだ。さっぱりシャーベットいいな。この酸味と甘み、お肉を美味しくいただくための口直しですね。お肉料理でございますね。大分県産の豊後牛のサーロインのお肉にですね、北海道産のウニを中に巻き込んでございます。というふうにで取れました朝どれの春菊と、今が旬の大根でございますね。こちらをカツオのお出汁で取りました、べっこうあん、濃ゆ口醤油とみりんで甘辛くお味付けしたあんにくずを溶いたものになりますね。こちらの中でしゃぶしゃぶというような召し上がっていただこうかなと思います。お大根の方はあえて半生な感じで歯ごたえを残した感じでお出ししております。はい、綺麗に持ってくれましたね。これすごいな。牛肉の中にウニが巻かれてるんですね。丁寧にしっかり縛ってくれてますからね。これは楽しみですね。本わさびもついてるんで、これをつけていただきます。いやー、うんま。とろとろの豊後牛が口の中で一気にとろけていって、そこにわさびはもちろん牛肉と合いますし、加えてね、ウニもその後にこう口の中にじゅわーっと広がっていくっていうね、なんと贅沢なお料理でしょうか、これ。いや、これもね、ウニがあるおかげで間違いなく日本酒と合いますね。いやーでね、このちょっと甘みのあるべっこうあんにこの大根がね、すっごいシャキシャキであってうまいわ。いやーうまい。湯布院はね、山の幸もやっぱり美味しいんで、いやーいつもこんなにお酒飲まないですけどね、これお酒が本当に進むわ。いやーうまい。湯布院米でございます。お開けいたします。はい、そしてご飯はこれですね。湯布院米と伊勢エビの味噌汁。さっき食べた伊勢エビの出汁で作ってるっていうことですね。こりゃ贅沢。そしてこのものもこんなにたくさんありますよ。いくらまでついてる。さあ、湯布院米を贅沢にこれね、いくらと一緒にいただきましょうかね。いや、これお米めちゃくちゃ美味しいですね。ね、陶器で炊かれたやつめっちゃうまい。いやー、味噌汁もエビの出汁が出まくってる。なかなか飲めないですよ、こんな伊勢エビの味噌汁。これも贅沢だわ。ほんとお米がこれね、美味しすぎて、こう飲むのは別にもうなくてもいいぐらい、これだけでも満足だわ。はい、そして最後デザートが出てきました。この左手が白トリュフのアイスクリーム、そして右手がガトーマジョレーヌ。ちょっと何のこっちゃ僕はよくわからないんですけど、フランスのお菓子デザートとして有名みたいですね。いやー、デザートもこれうまそうだな。トリュフのアイスとかね、食べたことあるかな今まで。いや、
このクリーミーな美味しいバニラアイスクリームで上品なトリュフの香り、さっきポテトチップスでも食べましたけどね、やっぱねこの風味がついてくるとなんかねちょっとこう富裕層になったかのようなね錯覚にとらわれますけど、やっぱ上品な風合いですよねこれは。めったに食さないからこそね特別感がありますねこういうのは。でこのガトーマジョレーヌ、生クリームとチョコとパン生地のような層があってね、それぞれの甘みと食感を楽しめる感じですね。ナッツの風味もちょっとして、これはコーヒーと合うわ。これコーヒーもうまいなそこのね豆の引き立てのコーヒーなんでねちゃんと風味が出てる。コーヒー好きとしてはね最後のこの締めのコーヒーの味も大事なんで、いや最後の最後まで満足ですね。いや全体的にねやっぱこの大分の素晴らしい食材の味をしっかり引き出す味付けのお料理が多かった印象ですね。でこの食材だけ見るとね完全に和食なのかと思いきや、ところどころねちょっとこうフレンチの要素も入っててね遊び心もあって面白かったですね。いや贅沢なディナーでした。うまかった。食後もねこんな感じでチーズが出てきたんで、今トースポイさんと一緒にお話盛り上がりながらチーズと赤ワインをね食しています。お食事からこのおつまみまでもう今日は至れり尽くせりですね。で赤ワインも、いややっぱうまいな。チーズに赤ワイン最高だ。なんかいつもだったらね、基本的にはこうお食事処に足を運んだり大浴場に足を運んだりと、お宿の中にいてもこう動き回ることが多いんですけど、今日はもう本当に完全プライベートですね。お部屋の中で全てが片付くという贅沢、そして快適さですよね。お腹も満たしたところで夜ももう一回サウナ、そして温泉に浸かって癒されましょうかね。僕の髪の毛でこんな全く必要ないかもしれないですけど、せっかくあるんでね使いましょうね。エプロナイザースイッチがめっちゃかっこいい、音がね。いや夜のお風呂とサウナも気持ちよかったですね。でこれ寝巻きもねなかなか肌触りがすごくいいですね。寝心地が良さそう。そしてハーゲンダッツもオールインクルーシブ食べ放題なんで、せっかくなんでお風呂上がりに食べましょう。お風呂上がりの冷たいアイス最高ですね。でハーゲンダッツっていう贅沢ですよ。いやこれ1回の滞在でこれだけお酒とかおつまみとかね、このアイスクリームまでいろんなものをここまで細かく食したのはなかなかあんま記憶ないですよね。こっちの洋の空間、ソファーとかももちろん快適ですけど、やっぱこの和室の空間もいいですね。畳は日本人だと落ち着きますよ。こんな感じでちょっと横になってね、ゆっくりテレビでも見るのもいいんじゃないですかね。はい、おはようございます。朝になりました。いや、静かな環境でほんとぐっすり眠れましたね。やっぱり湯布院はこうやって緑に囲まれてるんで、外からの騒音が全然なくて快適ですね。で、朝起きたらこんな感じで目の前に湯布岳、綺麗に見えてますね。先週あたりの予報だったらね、曇りマークだったんですけど、昨日も今日もこうやって青空を見ることができて、本当に幸運ですね。自然いっぱいの緑の空気を吸ってすがすがしい目覚めです。では朝食ですね。朝はぐっと気温が下がってるんで、こんな感じで、これ温泉じゃないですかね。湯気が立ってますよ。
はい、朝食出てきました。メニュー表もこうやって準備してくれていますね。まずは卵料理が真ん中ですね。オムレツと目玉焼きとスクランブルエッグ、この3つから選ぶことができましたね。スズランの卵料理って書いてますけど、有名な卵使ってるんですかね。で、その奥にはロースハムとソーセージ。湯布院はね、こういう確か燻製のものもね、結構盛んだった気がするんですけど、質が高そうですね。で、左手には湯布院野菜のサラダ。これも地元のものが使われていて、そしてこっち右手に行くと、牛乳ですね。湯布院産の牛乳、あとはグレープフルーツジュース。で、右手、お魚料理も朝出てきます。タイカルトッチョ。カルトッチョって何ですか？カルパッチョはわかるんですけど。で、これメニュー表だとビスクのフランって書いてましたけど、変更になってコンソメスープですね。そしてこれも美味しそうですね。フレンチトースト。上に乗ってるのはエスキュールバターっていう風に書いてます。で、フルーツとヨーグルトがあって、これはパンにつけるやつですね。マーマレード、いちご、あとは生クリームとバターがミックスされたやつです。で、こっち右手の箱の中にパンもこれ美味しそうですね。3種類あって、クロワッサン、ハイガパン、ハイジっていう風に書いてます。焼きたてでしょうからね、これは期待。いや、朝食もこれ美味しそうですね。さあ、じゃあオムレツからいただきます。プレーンオムレツですね。やっぱ卵がすごい素材がいいのか、濃厚さが口に広がって美味しいですね。で、ソーセージですね。中になんか練り込まれてますよね。ソーセージめっちゃうまいですね。個人的にはね、朝ソーセージホテルのビュッフェとかで出てくるやつ、ピンクみたいな色ですね。ああいうのあんま好きじゃなくてね、好んで食べないんですけど、これはうまいですね。地元の多分こだわりの食材とか使ってるんだと思います。ハムもこの薄切りスライスなのにしっかり肉々しい味が口に広がっていいですね。やっぱり素材のクオリティが高い。そしてお魚はタイですね。カルトッチョっていうのは紙で包んで焼いたお料理みたいですね。イタリア料理。シンプルに蒸し上げられたお料理ですかね。上にレモン、ローズマリーの香りとかがちょっと漂ってくる感じでね。これも素材の旨味を引き出す薄い味付けですね。じゃあパンいきましょう。大好きなクロワッサン。いやー、クロワッサンサックサクで美味しいですね。ホテルのパンはね、クロワッサンが美味しくないとテンション上がらないんでね、これはいいですね。はい、これがハイガパンかな。麦が乗ってるから、ちょっとこのバター生クリームを乗せていただこう。これまずパンがふわふわでとっても美味しいのと、このバター生クリームもね、意外とこのバターと生クリーム一緒のソースをつけるものっていうのはね、あるようでないですよね。バターの風味もしっかり広がりつつ、生クリームもこれね、強調しすぎないからすごい絶妙な味わいで美味しいですね。フレンチトーストいきましょうかね。これはうまそうだ。ハニーバターが使われてるんですね。いやー、うまいな。これも焼き加減とかね、この中に入っている卵とかね、そういったものの割合が完璧ですね。フレンチトーストって時間が経ったりするとべちょべちょになったりすることあると思うんですけど、そんなこと全然なくて、ちょっとね、撮影で時間かかったんですけど、時間かけても中がふわふわ。こんな感じで濃厚な卵、そして蜂蜜の風味が口に広がって美味しい。そしてコーヒー。いやー、うまいな。やっぱバルミューダの抽出機は相当いいんでしょうね。やっぱハンドドリップよりも精巧に入れてくれるんですかね、あれは。バリスタとかプロの人のハンドドリップだったらいいんでしょうけど、僕みたいな素人がハンドドリップで入れるよりああいうのの方が美味しくできるんですかね。昨日のディナーに引き続き、やっぱり一つ一つの素材がハムとのお肉、あとはお魚にしたって品質がとっても高かったですね。そうです。